管理人の皆様、そしてこれから管理人になる皆様、ごきげんよう。今回は2022年冬にサービス開始予定である罪悪共鳴残酷 RPG リンバスカンパニーに向けて、ロボトミーコーポレーションやライブラリオブルイナといった過去作で語られた世界観について解説していきたいと思います。物語の核心に迫るようなネタバレは極力避けますが、軽いネタバレが含まれる場合がございます。過去作を未プレイの方は、その点を考慮して視聴していただけると幸いです。申し遅れましたが、今回ご案内させていただくバズーカと申します。ライブラリオブルイナでは全接待を完了しましたが、ロボトミーコーポレーションは資産を失うのが辛くて200時間プレイしてもクリアができていない中堅管理人でございます。そのため誤った解釈などが含まれていた場合には申し訳ございません。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。では始めていきましょう。さて、韓国のインディーズゲームスタジオであるプロジェクトムーンは2016年にモンスターマネジメントゲームであるロボトミーコーポレーションでデビューし、現在に至るまで様々な素晴らしい作品を生み出してきました。ゲーム作品としては前述したロボトミーコーポレーションとライブラリオブルイナの2作品、ロボトミーコーポレーションの支部の物語を描いた漫画作品であるワンダーラボや、ライブラリオブルイナの外伝小説であるピアニスト、ねじれ探偵、そしてリンバスカンパニーの前日譚である漫画作品のリヴァイアさんなどが展開されています。ここでそれら全てに関してお話ししてしまうと、いくらページを用意しても足りませんので、今回はプロジェクトムーン作品の共通した世界観と、ロボトミーコーポレーション、ライブラリオブルイナ、リンバスカンパニーの3作品に絞って解説していきたいと思います。世界観について。それでは早速世界観の説明をしていきましょう。舞台となるのは得意点と呼ばれるコアコンピタンスを有した26社の超巨大企業である翼が管轄する26の区域から構成された都市です。それぞれの区域は巣と呼ばれており、管轄している企業と得意点の後ろ盾によって安定した生活を享受することができます。そのため、都市に住んでいる人々はどうにかして巣で暮らすために熾烈な競争を繰り広げています。しかし、競争を勝ち抜いて巣で暮らすことができるようになっても、管轄している巣が倒産してしまった場合には悲惨な末路を遂げることになるでしょう。企業が有している技術である得意点は、もはや魔法と呼んでも差し支えない超技術であり、代表例として閉じられているという概念を持つ全てのものを開けられる得意点や、時間固定や時間速報を実現する得意点などがございます。また、巣に住むことができない人々は、裏路地と呼ばれる都市の至るところに張り巡らされた地区で暮らすことになります。裏路地は危険な化け物や殺人集団が跋扈する人の生き死には日常茶飯事な地域であり、特に真夜中になると生きたまま人間を解体して燃料にする掃除屋という集団が現れるため注意が必要です。さて、そんな都市ではフィクサーと呼ばれる職業の方々が活躍しています。彼らは様々な依頼を遂行することによって生計を立てている何でも屋であり、フィクサー協会によって1から9までの格付けが行われています。一級フィクサーの中でも飛び抜けて優秀なフィクサーは特色と呼ばれており、協会から固有の色と異名を授けられます。その例としてロボトミーコーポレーションには赤い霧と呼ばれる伝説的なフィクサーが所属しておりました。ロボトミーコーポレーションについて。ロボトミーコーポレーションはエンケファリン燃料という環境に優しいエネルギーの供給会社です。都市の中では比較的に新しい企業ではございますが、各所に支部を有するほどの巨大な組織になっています。一見エネルギー生産に関する得意点を有した企業に思われますが、実際に所有している得意点は幻想体と呼ばれる抽象的な存在を抽出して実体化する技術でした。この幻想体という怪物を管理することで生成することができるのがエンケファリン燃料なのです。幻想体は適切な手順で管理を行うことができれば大きな被害を出すことはありません。しかし、管理手順を誤ってしまうと、幻想体は瞬く間に収容室を脱走し、最悪の場合には人類全体が壊滅してしまう終末シナリオの発生が考えられています。ロボトミーコーポレーションでは幻想体に対抗するためにエクスターミネーション・オブ・ジオメトリカル・オルガン、通称エゴと呼ばれる装備が運用されておりました。エゴは幻想体の自我の核である心を実体化したものであり、戦闘経験のない職員でも絶大な戦闘能力を発揮することができます。このように非常に強力な装備であるエゴですが、所詮は借り物の自我であるため、過信は禁物です。また、ロボトミーコーポレーションの各部門は、セフィラと呼ばれる個性的な AI によって統括されています。効率的にエネルギー生産を行うためには、彼女たちとの連携が必要になってくることでしょう。さて、ここまで紹介させていただいたロボトミーコーポレーションですが、現在は落ちぶれてしまっていて、翼としての地位が剥奪されています。ある日、ロボトミーコーポレーション本社から大量のエネルギーが放出され、3日間の昼と4日間の夜が訪れました。
この3日間の昼と4日間の夜は都市全体に影響を与えた白夜黒昼事件として覚えられています。その事件以来、ロボトミーコーポレーションは没落して、かつての栄光を失うことになってしまいます。ライブラリ・オブ・ルイナについて、白夜黒昼事件以降、都市では極度のストレスやトラウマにさらされた人々が幻想体のような怪物に変化するねじれ現象が起こるようになりました。特に初めて発生したねじれ現象であるピアニストは合計30万人もの人々を芸術的に虐殺した大災害として知られています。そんなねじれ現象と同時期にロボトミーコーポレーション跡地に図書館と呼ばれる都市災害が現れることになります。図書館では招待状で招かれたゲストと彼らが欲する情報が記された本をかけて接待が行われます。残念なことに接待で敗北してしまったゲストは本に還元されてしまい図書館に収納されることになります。裏路地の仮想民であるネズミの一員から人肉を材料にしてミートパイを作る料理人や特色などのエリートフィクサーまでがゲストとして登場し、彼らの生い立ちなどの非常にダークなストーリーが語られるため、ほぼ社内のゴタゴタで完結するロボトミーコーポレーションよりも都市を詳しく知ることができます。そのためロボトミーコーポレーションが巨大企業の内側を知ることができる作品だとすれば、ライブラリー・オブ・ルイナは都市全体の雰囲気を味わうことのできる作品と言えるでしょう。リンバスカンパニーについて。さて、2022年冬サービス開始予定のリンバスカンパニーでは、都市のあちこちに残っているロボトミーコーポレーションの支部から12名の囚人を指揮して技術の精髄である黄金の枝を回収することが目的となっております。封鎖されてしまった支部内には、かつて収容されていた幻想体が徘徊しているため、必然的に幻想体と敵対することになってしまうことでしょう。しかし、他者の得意点を使用したあらゆる平行世界に存在する囚人の人格を借りることのできるサービスによって窮地を脱することができるかもしれません。また、ロボトミーコーポレーションが幻想体から抽出したエゴが支部には残されているとのことです。エゴは非常に強力なので、取り扱いには気をつけなければいけませんが、使いこなすことができれば非常に心強い装備となってくれることでしょう。ロボトミーコーポレーションもライブラリオブルイナも非常に面白い作品なので実際にプレイしていただきたいのが本音ではございますが、とにかくどちらの作品も難易度が非常に高くてトライアンドエラーを繰り返さなければならない作品です。おそらくどちらの作品もクリアを目指そうとすると100時間以上はプレイし続けなければいけないと思います。そのため今回は最低限の世界観を把握することのできる解説動画を作成させていただきました。この動画で興味を持ってロボトミーコーポレーションやライブラリオブルイナを触っていただけると幸いです。それと、現在リンバスカンパニーの公式ホームページでは、事前登録キャンペーンが実施されています。登録者数が30万人を達成すれば、4本目のマッチの日というエゴが支給されるらしいので、ぜひぜひ事前登録をご検討いただければと思います。最後に皆さんの好きな幻想体が気になりますので、コメントなどで教えていただけると喜びます。私は歌う機会が一番好きです。あとは、オールアラウンドヘルパーこと何でもお手伝いしますくんですね。それでは管理人の皆様、地獄行きバスでの幸運を祈ります。